はい、皆さんこんにちは。ミニッツ AWD をですね、開発した、石川です。最近ですね、動画では、ミニッツ AWD を紹介したんですけども、このですね、コロナの影響で、皆さん自宅で、過ごす時間が長くなっているかなと思います。そんな時にですね、おすすめなのが、うちの岩崎リーダーがおすすめしていた、AWD なんですけども、今日はですねちょっとその AWD について、どんなですね、思いでできたかというのを私が勝手に喋るという動画です。いつもですねこの動画はボランティアのですね方によって英語に翻訳していただいてるんですけども、今日はですねちょっと言葉が多いんで、大変だと思うんですけどもよろしくお願いします。はい、それでですねちょっとここに変わった中が見えなくなっているのがあるんですけども、実はこれがですね2005年ですねに発売した、初代のミニッツ AWD になります。私がですね15年前の時にですね、設計しました。でちょっとねこの後また時間があったらミニッツの歴史とかも紹介したいなと思ってるんですけども、こんなですね今ではない、PVC のパッケージに入っていました。で中もですねちょっと曇っちゃってますけど、こんなですね箱に入っていました。もう経年変化で15年経ってしまっているのでこんな感じです。で中はすごいまだ綺麗ですね。このR34GTR のミレニアムジェイドというですね、色なんですけども、こちらですね、はい、ちょっとね開けてみたいと思います。ちょっと全てはい、こんなですね車体になっています。皆さん最近始めたね方は見たことないかもしれませんが、ここにですねクリスタルっていうのがついていて、これを取ると番号が、03って書いてあると思うんですけども、ミニッツはですね、この03っていうのは3バンドという形で12台まで同時走行できるんですけども、今みたいにその送信機のスイッチを入れたら、ペアリングできるわけではなくて、このですねクリスタルというものによって周波数を分けてました。だから同じ03の人がいると、遊べないわけだったんですね。ここに送信機ちょっとありますけども、でこっちちょっと08って入っていて、本当はこれ同じ番号じゃなきゃいけないんですけど、これちょっとオリジナルのクリスタルをすみません紛失しました。はいね、これで、08で、これが多分初代型なんだと思うんですけど、これ送信機がこれ2代目ですね、ミニッツとしてはね。でクリスタルはこれをこういう風に挿すんですけど、これはちょっと大きさが若干合わないかな。合いますね。これ03にして、こっちの車も03にすると操縦できる、ね、同じ数字がいる人がいると渾身してたっていうのが懐かしい27MHz というですね、ラジコンの電波になります。そしてちょっとアンテナも入ってるので開けちゃいましょうかね。ちょっとアンテナがありまして、ちょっとどけますけど、これを挿して、これ2世代目の送信機ですね。 AWD が出た時は、こんなに長い送信機で、昔はラジコンをしていました。だから2005年、私が開発したのは2003年ぐらいから、1年半ぐらいかけてこれ開発したんですけども、それまでですね、ミニッツレーサーは MR02 っていうのがありまして、とにかく速く走るっていうのがですね、だんだん過激になってきてたんですけども、私はどうしてもドリフトがしたくてですね、ちっちゃい車だと四輪駆動の車しか、ドリフトがしにくかったので、こちらの、AWD という車体をですね作りました。で一番最初はね、今の AWD シリーズっていうのは
でちょっとこちらになりますけども、はい、ちょっとねカメラさん見えますかね。はい、こちらジャイロがちょっとね MR これが020ですね。左は MA01 って呼んで010かだっていう名前でした。ですので、大きな違いというのはここにクリスタルがなくなったということですね。それからフロントのサスペンションがですね、こちらは単にこう上に動くだけのストラットタイプだったんですけど、020はちゃんとこうキャンバー変化するサスペンションがついてるっていうね、ここが020に進化したところです。後ろ回りはですね比較してもらうと、同じなんですね。本当にね15年間、遊んでもらえているのかなというふうに思います。それではですねちょっとですねこれをですね一番最初に作った時っていうのが、もう一回ちょっと近くに来れますか。この今ですねこれが製品の020、これは、試作品の020で全てのパーツを削って作ってるんですね。まだ 3D プリンターとかそんなになかったので、切削して作ったんですけども、一番最初にこの010を作る時っていうのはもうどれぐらいね車が壊れやすいかとか、今でこそこうユニバーサルシャフトは全部プラでできてますけど、当時そういう車ってなかったので、それが持つのかとか分からなかったので、これ丸々ですね削りで最初作りました。なんとですねだいたい120万円ぐらいかかって最初の1号機ができたんですけども、それをですね実際にちょっとドリフトさせる映像があったので、そちらをご紹介していきたいと思います。ぜひちょっと見てみてください。はい、どうだったでしょう。ね、もういきなりねこう定常円旋回っていうんですけども、ね、目標物があって周りをこうねぐるぐる回れて、あれはですねうちの先輩と一緒に、初走行したんですけども、本当にうまくこうドリフトができる小さな RC が初めてできた瞬間かなというふうに思います。でこれっていうのは本当にね会社の中では結構極秘プロジェクトで作っていて、当時のね営業担当者はその09の MR09 より遅いね車はね絶対売れないって言ってですね、もうちょっとで世に出ないところだったんですけども、当時の私の上司がですね、金型を作らせてくれましてですね、この世にですね、出ることになりました。はい、そんなね、AWD なんですけども、ぜひね、しばらくの間は、皆さんが家から出ないで、過ごすことがこのコロナウイルスの感染を収束できることかなと思いますので、これもともとね家の中のちっちゃなスペースでドリフトして楽しんでほしいなっていうコンセプトで作ってますので、ぜひですね自宅のリビングとかでドリフトしていただいて、なかなかねこもる生活になっちゃいますけども、そこでですね、楽しみがあったら、私も本当にすごく嬉しいなというふうに思っています。で最後にちょっとお知らせですけども、この、R34GTR っていうのは1999年、一番最初のミニッツが発売された時に、リリースしたのがこの、R34GTR と、インプレッサだったんですね。で今年、ミニッツは20周年という形で、この限定のオートスケールコレクションを出しています。R34GTR ですね。これもちょっと綺麗だからね中身出しましょう。はい、これかなりですね綺麗な仕上がりになっています。はいね、でこれですね、これ書いてありますけど1800台限定で、日本は、500台の割り当てになっております。その他の世界だと1300台限定になってますので、日本ではですね今ちょうど日本にこの荷物が向かってます。ゴールデンウィークか
あとゴールデンウィーク明けぐらいまでにはですね、今ちょっとコロナウイルスの影響で流通とか問屋さんとかお店とかもですね、やったりやらなかったりなんでちょっと時間の差はあると思いますけども、お届けできると思いますので、ぜひぜひですね、お買い求めください。価格は5500円。そしてこのホームページでもですね出てますけども、この記念のですね、ミニッツの歴史年表が、ついているという、この20周年アニバーサリーのバックカード付きというふうになっています。はい。それから最後に、ちょっとお詫びなんですけども、ミニッツね 4x4 も家ではすごく遊べるんですけども、なかなかですねお手元に届けられなくて申し訳ありません。工場の方たくさん今生産しておりまして、こちらもですね、ゴールデンウィークかゴールデンウィーク明け、もしくは世界の方はですね、5月に入ってからになると思うんですけども、順次今出荷が、されてますので、なかなか1回目ですね手に入らなかった方もお買い求めいただけるんではないかと思いますので、そちらももう少々お待ちください。それではですね、ちょっと皆さん家にこもってこれミニッツとかですね、メンテもいいですし、走らしてですね、楽しみながら、コロナウイルスをですね、食い止めていきましょう。一緒に頑張りましょう。本日は石川でした。ありがとうございます。